ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー、バブルンだよ。今、開発中の新作、パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなに、ゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ。今回は、サウンドクリエイターのお仕事についてインタビューするよ。ゲストは、ズンタタのメンバーの、この方。どうもこんにちは。株式会社台東でサウンドクリエイターをやってます土屋です。まず最初にサウンドクリエイターってどんなお仕事なの？ゲームで鳴るすべての音を制作して管理をしたりする仕事です。みんなが知ってる BGM、ゲーム音楽なんかも我々が作ってるかもしれません。すべての音？それってもしかして僕の声とかも？そうですね。バブルンの声がゲームに入るときはキャラクターボイスとして管理することになります。他にも効果音とか、もちろん音楽も、ちょっと音楽の短いやつジングルっていうんだけど、そういうのも作ったり、そして管理したりしてます。いろんな音を作って管理するんだね。土屋さんは具体的にはどんなお仕事をしているの？僕は今では珍しいかもしれないけど、自分で作曲もして効果音も自分で作って、そして音の演出も自分でやるというちょっと珍しいタイプのサウンドクリエイターです。すごい。そのお話詳しく聞かせて。曲を作るってどうやってやるの？ピアノとかギターを使ったりとか、それにあとシンセサイザーかな。シンセサイザーを使って作曲しています。もちろんギターとかピアノだけじゃなくてバイオリンとか様々な楽器の生演奏を入れることもあります。ふむふむ。じゃあ効果音は？効果音っていろんな音があると思うけど、どんな風に作ってるの？とシンセサイザーを使ったり、必要な音があれば取りに行ったりもします。例えば拍手なんかが欲しいって言われたら、もうマイクの前でってやればね、これでもう拍手の効果音ができちゃう。なるほど。いろんな作り方があります。こう泡の音とか今回で言うとね、こういう音は普段あんまり聞こえないじゃない？泡の音。確かに。これはシンセサイザーなんかを使ったりして、本当は聞こえない音なんかも作ったりしてます。聞こえない音を聞こえるようにするのもサウンドクリエイターの仕事なんだね。じゃあ音の演出ってどういうこと？この音の演出はとっても大事で、どこで何を鳴らすのか、最初は無音にした方がいいのかな、音楽をやめて無音にしてから音楽をドーンと出した方が引き立ったりするかなとか、どのタイミングで音、効果音も含めて鳴らすのか、こういうのを決めるお仕事です。僕たちの冒険のワクワクやドキドキはサウンドクリエイターさんが演出してくれているんだね。サウンドクリエイターのお仕事はどんなところが楽しいの？やっぱりね、こう音が入るとゲームに命が吹き込まれたように感じるんだよね。この音が入った時の感動っていうのはなかなか味わえないものなので、無音のゲームを知っている人からすると、この無音に自分の作った音が入る、この時が一番感動して楽しいです。確かにゲームやってる時に音があるのとないのとじゃ全然雰囲気が違うよね。それじゃあサウンドクリエイターのお仕事で大変なことってどんなこと？すごく抽象的だから、誰かに説明をしたり、あるいは説明してもらったりするのがすごく難しいんだよね。説明してもらう時もドーンっていう音くださいとか、バーンっていう音くださいとかっていう、どういうドーンなんだろう、どういうバーンなんだろうっていうのをね、
想像しながら作っていく、これがすごく難しいです。で、作ったものを説明するのもかっこいい曲できましたとかね、こう説明が難しいんだよね。とにかくそこがすごく大変です。確かに、思いや感情を言葉にするのって難しいもんね。サウンドクリエイターさんのお仕事で一番大切だなって思うことって何？それは少なくとも僕はだけど、担当するゲームの世界をしっかりイメージすること、これが一番大事だと思います。ゲームの世界のイメージか。どうしてそれが大切なの？僕はちょっと不思議な作り方かもしれないけど、ゲームの色とか、そしてゲームのテンポ感、こういうものからインスピレーションをもらうことが多いです。だからその世界っていうのをしっかりとイメージしないと曲ができなかったり効果音ができなかったりするから、ものすっごい大事なことなんです。ゲームの世界ってどんな風にいつもイメージしてるの？このゲームの世界に自分が入って旅してるような感じかな。これをイメージしてます。で、その旅をしながらそのシーンに合わせた曲を作っていきます。ゲームの中を旅するって素敵だね。そうやってゲームのサウンドが作られていくんだね。どんな勉強をすればサウンドクリエイターになることができるの？例えば曲とか効果音を作るっていうのはもういろんなところで勉強ができるから、すぐに誰でも勉強する場所って見つけられると思うんだよね。でも実は一番大事なのはサウンドとして誰かと一緒に一つのゲームを作ること、この経験を積むことだと思います。作曲ができたり効果音を作れるだけじゃダメってこと？どうして？サウンドっていうのはやっぱり基本的に依頼されて作るものだから、こういう曲作ってとかこういう効果音欲しいっていうのにどう答えるのか、この経験を積むことが一番重要だと思います。ゲームってみんなで作ってるんだね。サウンドクリエイターも例外じゃないんだね。パズルボブルエブリバブルでは土屋さんはどんなお仕事をしているの？もちろん作編曲、効果音制作、音声の管理に音の演出を全部やってます。最初の質問の答えでゲームで鳴るすべての音を制作、管理するお仕事って言ってたけど、本当に音のお仕事何でもやってるんだね。あれ？もしかしてエブリバブルのサウンドクリエイターって自分だけです。そうだったんだ。一人でゲームのサウンドを全部担当しちゃうなんてすごいなあ。土屋さんの今回のエブリバブルでのこだわりポイントを教えて。まずこれはすごく大事なことで、シリアスにならないように気をつけました。シリアスっていうのはとても緊張感があることっていう意味ね。そういう風にならないように効果音も曲も作っていきました。そしてもう一つは通常状態とピンチ状態でスムースに曲を切り替えること、ここにとってもこだわりました。通常状態とピンチ状態で曲を切り替え？ゲームをプレイしている時、バブルがデッドラインに近づいてくるとキャラクターが焦り始める演出に変わるんですが、その時にサウンドも通常状態の曲からね、ピンチ状態の曲にスムースに切り替わるようになってます。例えばこれが1の1の通常状態の曲なんですが、これがね、バブルがデッドラインにこう近づいていくとこんな風に切り替わります。焦る。そしてそのバブルを頑張って消してピンチ状態を解消させて通常状態に戻ると曲も通常状態に戻るようになってる。ほっとした。どうしてこんな風に曲を切り替えることにしたの？やっぱりピンチになった時は落ち着いた気持ちじゃとてもできないと思うので、みんなが焦ってる気持ちをサウンドでも一緒に表現したかったんです。映像とサウンドが合わさってゲームの体験が何倍も良くなるね。通常状態の曲とピンチ状態の曲はどんなイメージでそれぞれ作曲してたの？これはね、
なんと最初にピンチ状態をまず作曲をしてました。なんか焦ってる方が作りやすかったのかもしれないんですけど、焦っている方を先に作ってから、その曲が落ち着いたらどうなるんだろうなって考えて通常状態の曲を作ってました。あはは、曲の作り方だけでも個性が出そうだね。そういえば主題歌も今回こだわっているって聞いたんだけど。今回はね、実は AI の子に歌ってもらいました。 AI の子？人間だと思ったでしょ？これはとっても新しくて面白い技術だったので、取り入れてやってみたいっていうひらめきから生まれました。 AI の子に歌わせた時にいい声してるなーっていうところを見つけて、曲のキーを決めたりね、曲の構成を考えたりしました。この可愛い声誰かなと思ってたら AI でびっくり。視聴者のみんなも驚いたでしょ？効果音にはどんなこだわりがあったの？バブルの破裂音についてこだわりました。最初はパンっていう破裂する音にしてたんだよね。でもちょっとこれ爆竹みたいで怖いとか怖がる人が増えてしまって、それだったらどうしようかなと思って、もう少し水っぽい音、ブシュッっていうみずみずしい音に変えてみました。割れる音が気にならなくなってるね。ゲームに集中できそう。それじゃあ今度はこんなところが難しかったよってところを教えてほしいな。これはもう僕個人のことなんだけど、普段はシリアスで争いが絶えないような、もう命の取り合いみたいなゲームの担当が僕はすごく多いんですね。なのでパズルボブルエブリバブルみたいに平和な感じ、のんびりしている感じを表現するのは実はすごく大変でした。土屋さん、かっこいい曲たくさん作ってるもんね。平和さやのんびりな感じってどんな風に表現したの？まず僕は普段ゲームではそのキャラクターの心情、これをイメージして表現することが多いんだけれども、今回は草原とか背景とか、この家の形とか、ふわふわした感じとか、南国のイメージとか、とにかくこの落ち着いているそういう絵を浮かべて、しっかりとその雰囲気を味わって表現していこうと思いました。確かにレインボーアイランドの平和でのんびりした感じがどの曲からも伝わってくるね。土屋さんから見てエブリバブルはどんなゲーム？もうこれはズバリやりごたえのある可愛いバブルシューターです。今回のエブリバブルは全体的に可愛くてポップな雰囲気になってるもんね。最後に見てくれているみんなへのメッセージをお願いします。とっても可愛くて楽しいゲームです。ぜひプレイしてみてください。プレイしてね。あとは土屋さんが作った曲がじっくり聴けるオリジナルサウンドトラック付き版も発売されるから、そっちもチェックしてみてね。通常状態の曲とピンチ状態の曲の違いを聴き比べて楽しんでみてください。お気に入りの曲を見つけてみてね。こっそりエブリバブルについての小ネタを教えて。カーソルを移動した時に鳴る音に注目してみてください。鳴る音？